こんにちは、防災職員南谷俊です。さあ今日は高松盆栽の里にお邪魔してるんですけども、初心者向けの苔玉、苔玉僕作ったことないですよね。いや大きいの作ってたじゃないですか。大きいのね、大きいのはめっちゃでかいやつ、めっちゃでかいやつね。めっちゃでかいやつ、こうやって持つやつね。そうそうそう、あれはあるけど、だからまあ作り方を知ってるぐらいです。あ、そうなんですね。はい。じゃあこうちっちゃいのあんまり作ることない。ちっちゃいのはね、そうですね。だからまあ今回初心者向けっていうことなんで、手のひらサイズになるかわかんないけど、まあ普通に持ち運びできるぐらいのサイズのものを作れればなと思ってるんですけど、まず素材探さないとですね。なるほど。なんで、探します。探しましょう。これ素材を選ぶコツはあるんですか？好きなのでいいかな。好きなものでいい。好きなものでいい。で苔玉って結構その苔の部分がインパクトあるじゃないですか。緑色の可愛い。もう好みなんですけど、今ちょっとこう芽が出始めてるんですよ。4月なんですけど、なんでちょっと赤っぽいものがあったら可愛いかなって思って。赤っぽい葉っぱとか赤っぽい葉っぱとかちょっと花とかあったらいいかなって個人的には思ってるんですけど、だからちっちゃいやつですよね。初心者向けなんでそんなお高くなく、小さめの素材を探せればなと思ってるんですけど、あらま、もみじいいな。もみじいいけど多分いいお値段してますね。はい。ちっちゃいのね。白も可愛いな。まあ本当好きなんでいいんですね。そうですね。時期的に、お花は終わってるのかな、桜とかは終わってるけど。そうですね。こういうのでもだから作れるんですよね、きっと。作るのも作れます。かわいい。かわいいですね、これ。これ何ですか？書いてねえな。書いてないかわからない。常盤姫萩です。常盤姫萩。かわいいね、これ。これにしようかな。どうします？安いしね、600円とか。どうしようかな。もう苔玉みたいになってるの売ってますね。そうですね。あれ買ってしまって作り方やろうって。作り方やろう。作り方やろう。こういうだから黒松、これ黒かな。黒ですね。こういう黒でもいいね。はい、そうですね。もう松が好きな人は黒松。なるほどね。もみじありますけど。もみじ。ちょっとまあ気持ちもしかしたら玉が大きくなっちゃうかもしれない。なるほどね。これぐらいでもいいと思うんですけどね。ちょっと大きい方がやっぱ管理しやすかったりするんかな。そんなことはない。まあ保水はしますけど。じゃあそれもみじで。これでいきましょうか。やってみます。それちなみにおいくらなんですか？これ1200円。安いね。これでいきましょうか。であと皿が欲しいんですよね。下に引く。苔玉の下に引く。なんでそれもちょっと探します。で下に敷く鉢というか皿みたいなものをイメージしてるんですけど、そういう皿みたいのも一応あるんですね。これちょっとこれぐらいのサイズ感になっちゃうのかな。大きくない皿。これの一回りちっちゃいの、ワンサイズちっちゃいのがこれなんですよ。苔になる苔玉の大きさ考えたら、どう思います？もう一回り小さくてもいいよね。どうなんですか、大きさ的に苔玉のその玉と皿のバランスっていう。そんな大きくない方がいいですよね。そんな大きくない方がいい。僕がイメージしてるのはね。そうですよね。これじゃちっちゃいもんな、玉がな。ちょうど風くんいるから聞いてみますか。本当だ。行きましょう。風くんは苔玉のプロなんですか？セミプロですかね。セミプロ。苔玉作るのに皿が欲しいんだけど、あんまないよね。苔玉用の皿が欲しい。これどうですか？いや、いいんじゃないですか。もうどうですか、セミプロ、苔玉のセミプロとしてはこれ大きさ。ベリーグッド。ベリーグッド。ベリーグッド。青ってのもなんかちょっとあれですね。ちょっとあれだな、確かに赤緑になっちゃうしね。しつこいか。しつこいな。渋めのやつでいこうかな。これでいいじゃないですか。紅葉なんですけど。あれ？紅葉。あらやだ、お高い。お皿の方が高いんじゃない？これいいんだけどな。これ僕のなんかちょっとイメージしたの。なるほどなるほど。可愛いですね。そう、お水たまる必要ないんですか？
結局ケトってこう水をすごい保水力があるんですよね。まあ溜まった方がまあいっちゃいいんですけどこうなってる方がね、室内に置くとかになったらねちょっとね溜まる方がいいけど、だけどまあその外でお水やって中で飾るっていう想定するとまあいいのかな。まあちょっと見た目重視しちゃいますよね。そうですね。お部屋に飾ったりするとなんか確かに飾ること考えると、ちなみにそのお皿がおいくらなんですか？2600円。なるほど2600円。100均にあるコースターみたいなのでもいいですか？あ、そうっすね。なんか好きなものにトンと置ければいいのかな。そうそうそう。どうします？だから今ちょっとよく見せたいっていう気持ちが出ちゃってるから、こういうことになってるんですけど、なんか安いのでうまいことをやってくださいよ。予算いくらかわかんないかな。2000円まで、ね、1500円とかじゃない？ああ、ざっと見たんですけど、ちょっと合う皿あんまなかったんで、あったけど高いとかね、そうね、予算オーバーとかね、じゃあどっちにしろ100均に行かなくちゃいけないんで、何買うんですか？黒糸を買いたいんですよ、苔を固定するための。なんで100均で皿買おうかな。下の皿ね、そうですね、下の皿、何かしらあると思うんで、ちょっとそっちで探しましょうか。じゃあ行きましょうか。行きましょう。こういうイベントもあるんですけどなんかこういうのはあるみたいですけど、今年も。今年もっていうか、これ去年なかったでしたっけ？春こんな大々的にやるのは初めてなのかな。あ、そうなのね。ショートでも加瀬君が出てくれてちょっと喋ってるんですけど、フェスが4月26、27であるんで、しかも結構イベントも盛りだくさんですね。そうですね。まあオークションもまたいつも通りある。オークションもあるし、何均一販売コーナーって？何？カスさん。今回ちょっと3000円と5000円っていう枠で、ちょっとまあその金額にしてはこれお得なんじゃないみたいなのをこう各生産者が持ち寄って、ちょっとまあ限定というかこういうコーナー設けようっていう話になって、ちょっとまあ導入してみようって感じですね。お得なのがあると。あとデモンストレーションも、メンバーは龍一さんおなじみの龍一さんと、あと山地さんっていう山地さん修行を開けた山地君若手が、僕ら同世代の方が2名が土曜日日曜それぞれやる予定なんで。なるほど。それもぜひ楽しみにしてもらってたらなと。そうね。あとね、ちょっと告知が回りきらんかもしれないんでちょっと言っときたいんですけど、この鑑定団っていうのをちょっとやるんですよ。これが皆さんもしご自分の盆栽持ってこれる方いたら持ってきてもらって自分の盆栽鑑定してもらえませんかっていうのをちょっとやろうと。で、多分審査員にはボス入ってます。あ、本当に？全然知らなかった。でもしね、そのついでこれってどんくらいなんだろうって気になる方いたら、もし持ってこれたらね、ちょっと持ってきてほしいですね。そうね。高松盆栽のサイト見ればいいのか。駐車場とかあるからね。じゃあぜひちょっとサイト見ていただいて、一応確認していただいた上で来てもらった方がいいね。駐車場とかね。そうですね。はい、わかりました。ご安全に。ご安全に。はい。ということでぜひ入場無料ということで、太っ腹ですな。お願いします。お願いします。じゃあ早速作っていきたいんですけど、お皿買ってきました100均で。これはお菓子皿で、これはなんかプレートがあったんで、どうかなと。このプレートなんですけど木でできたアカシアの、アカシアフラットプレート、全部100円。全部100円。セリアさんですね。セリアさんで買ってきました。で、あと黒い糸買ってきました。で、苔はあるのでケトと。苔ってなんか種類があるんでしたっけ？苔はね、苔玉用はまあ灰苔か、これが忍ぶ苔っていうんですけど、忍ぶ苔、どっちか大体。で、ケト土ですね。ケト土はね、すごい粘土質というか、今は結構こうポロポロこぼれる感じなんですけど、これに水をちょっと加えてこねてあげるとこう粘土質になって、玉を作りやすいんですけど、ホームセンターとか売ってます。あ、そうなんだ。なんで何キロぐらいかな、まあちっちゃいパックで売ってると思うので、1個
1個2個苔玉作るぐらいだったら十分ぐらいの量あるんで揃えられるかなと。苔もハイゴケ、シノブゴケはネットでも売ってるかな、売ってると思います。ネットで買うの苔？ネットで売ってるんですよ。多分これでいいです。不安がいっぱい。作ったことないからね。知識だけある状態。知識だけはい。皆さんと一緒ですね。そうですね、皆さんと一緒。だから僕が作れるってことは皆さんはもっと上手に作れるってことです。はい。じゃあ作ってみますか。はい、行きましょうか。よし。じゃあちょっと先毛糸準備します。もしかしたらホームセンターとかで買った状態ってこれよりもポロポロしてるかもしれないんですよ。水がない。水気がなく、足りない時はこう水を加えてあげて、あ、いい感じいい感じ。これ逆に水入れすぎると、めちゃくちゃ作りにくくなると思うんで気をつけてください。ちょっとずつ入れながらで様子見ながらですね。結構量いるんですかそれ？まあ木のサイズにもよるんですけど、まあまあいりそうな、これぐらいの気がする。苔玉のサイズよりちょっと少ないぐらいいるってことや。一応ちょっとだけ赤玉入れますっていうのも、イメージ湧くと思うんですけど、毛糸ってすっごい水分をこう保水性が強いんですよ。なんで赤玉入れてちょっと排水性というか加えたい。いわゆるそのずっとこの鉢の中に水がある状態みたいになっちゃうんですよ。はい、だからまあちょっと赤玉入れてあげて、ちょっと入れます。ほんまにちょっとやで。はい。まあ、あまりやって玉が潰れてもあれなんで、これでもうだいぶもう準備は整いましたね。であとこのじゃあいよいよもみじの登場ですね。これ軽くほぐすんですけど、今これもう芽が出てるじゃないですか。この植え替えの時期の方がまあよりいいことはいいんですよ。やっぱ根も落としやすいんで、ただまあ今の時期でもそんな土を落とさなければいいっていうのと、木にいいっていうのと、あとまあ初心者向けなんであんまり根もほぐしたくないんですよね。根が少ない状態よりかはやっぱ根が多い方が木も元気に育つので管理もしやすくなる。でまああんまり落とさず、ほんと一回りぐらいだな。ちょっとこの、ね、下に網とかあるから、ほんとこれぐらいかな。ちょっとほぐしただけかな。ほんとちょっとほぐしただけですね。あんまりこのほぐさなすぎても今度玉がでかくなっちゃうと思うんで、まあそれもどうかなっていうのがあって、ちょっとほぐしてこれ根っこ切って。でもなんかこう植え替えの時もこういつも思うけど結構大胆にいきますね。はい。思ったよりね。思ったよりね、サクサク。植え替えの本当にもう最適期だったらもっといきますけどね。もうこれぐらいにしといてあげましょうか。ちっちゃくなりました？もともとがここにパンパンに詰まってたから、まあ本当一回りぐらい。一回りちょっと削ったみたいな。もうあとはこれで苔包んで、苔じゃないな、毛と包んで、はい。で苔を貼ると。それ周りに貼っていくだけ。もう周りに貼ります。貼る厚さとかあるんですか？そんなもうこの根鉢が埋まってては欲しいですけど、そんなにこう分厚く塗らなくても。まあ何かな、そのちょっとこうあんま水やりができない人とかは多めの方がいい気がしますね。水やり難しいんですか、作った後？いやそんなことないと思うんですよ。手袋いっか。そうね。それでくっついちゃうんですね。取れないんだ。そうなんですよ。やっぱこうちゃんと揉んであげればやっぱ粘着力は上がるんで。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。そうですよ。苔もそれにじゃあくっつくってことですか？くっつきます。くっつくんですけど、まあ乾いたりするとペロって剥がれたりするんで、一応こう紐で固定してあげるっていう。ほぼ終わり。めっちゃ綺麗じゃないですか。僕の
感覚で言うと、自分が思っているより一回り小さい方がいいと思います。っていうのもこの上に苔張って苔玉の苔ってハイゴケとか今日使うシノブゴケなんですけど、普通の苔って歯がキュッて短いんですけど、そういうハイゴケとかシノブゴケはちょっと歯が長いんですよ。確かにね。はい、なんでサイズ感がちょっと出る、ボリューム感が出るんで、気持ち一回り自分が思っているより小さい方がいいんじゃないかなと思います。潰さないように潰さないように優しく。終わりじゃないですかほぼあ、でもやっぱくっつきはしないんだ。もう完全にくっつきはしないです。苔の性質上何かにくっつくための根っこなんですよね、栄養を吸い上げるとかっていうよりも、なんでいずれはくっつくとは思うんですよ。ただそのくっつくまでに色が悪くなる方が早いかなとは思うけど、それも隙間なく隙間なく。だから下はねどうなのかな。下はどうなのね下はねちょっとあれですよね。置いたら潰れるとこだもんね。潰れますね。一旦ここら辺でちょっと軽く縛りましょうかね。で味紐です。もうこれも100均で売ってるんで、普通の木綿の糸やね。はい。結び方とはとかなさそう。そうですね。もう苔が止まりゃええっていう。ちょっとボスっぽくなった。普通にもうキュッと結んであとぐるぐるぐるって巻く。そうですね。感じなのかな。目立たないからいいですよね。糸が。よーく見たら糸があるってわかるんですけど。でも埋もれていくよね。埋もれてきますね。そこは今ねちょっと空いてる。ちょっと空いてるぐらいです。なんか苔かわいそうからやめようかな。土が流れてくることはないのけど、土が一応下にも糸通してるんで、僕こういうふうに。なるほどね。大丈夫だと思うんですけど。おお、苔玉っぽいなってきましたね。はい。もうぐるっぐる巻きにしてるんで、軽く最後結んであげれば。おお。どうでしょう。完成です。この上の木の部分、これちょっとね、ここがちょっとピーンって伸びてるのが嫌だから、はいはい、ちょっとハサミ入れて、ちょっと切っちゃいましょうかね。新聞だけどね。ね。なるほど。こんな感じですね。あとはもうお皿に合わせてどれが合うか。ちょっとサイズ感もね、今回買ってきたのが、若干サイズ感が違うものなので、どれか見てみて。はい。じゃあちょっと置きましょうか。これ正面にね。やっぱ苔玉にも正面あるんや。苗といえどもね、やっぱり一番綺麗に見せたいですからね。どうしようかな。じゃあ一番大きいのからいきましょうか。はいはい。色も違うしね。ちょっと気持ち大きいかな。そうね、ちょっと大きいかもね。若干大きい気がしますね。じゃあ次はこの木製の。かわいい。ちょっといい。いい。これいいな。じゃあ次菓子皿ってこれどっちが正面なんですか。お客さんにそっち側じゃね。そっち側でしょ。こっち前逆でしょ。そうでしょ。こう。いや悪くない。悪くはないですね。こっちの方が苔玉感は強いかな。昔の皿になるとお皿が強い。トシさん的には。ちょっとなんかこっち締まってる感じがあって和っぽい感じがいいですね。これにしましょうか。それにしますか。はい。完成です。終わりですか。はい。早いな。でもこう考えると100均で気分によって変えられますね。確かに。100円だから。ちょっとちっち
ちゃいですかね。気持ちな苔玉に対して、いいんじゃないですか。はい。じゃあこれで完成です。完成ですかこれで。はい。管理はまあその水はもう絶対なんですよ。で、まあ、こういうのね多分室内に置きたくなると思うので、まあ、皿もあるしね、室内に置きたくなると思うんですけど、まあ管理はできればまあ外はいいことはいいんですよ、木にとっては。でこのシノブゴケとかシノブゴケは特にかな、まあ、影が好きなんで、まあ、そこがちょっとアンバランスなんですけど、だけど外の日陰みたいな、まあそれでもいいし、午前中の柔らかい光に当ててとか、まあ、その移動する余裕がある人はね、ただその苔に関してはもう割り切って消耗品だと思ってもらっていいと思います。もうそれはしょうがない。木を枯らすんだったら苔を枯らした方がまだいいんじゃないかなと割り切っちゃって、まあ、色悪くなったらちょっともうこれね1パックとかでどういうパックで売ってるのか分かんないですけどネットでも、多分買った分は買った分でちゃんと水やって日陰で保管して、で悪くなったところを取って新しいのをつけるとかできると思うんで、そんなに毎回もう悪くなったからじゃあ新しいの買ったとかしなくていいと思うんですよ。なんでまあ、水はちゃんとやっていただいて、なんかちゃんとって言ってもなんか苔玉すぐダメになるイメージがあるよな。ね僕が聞くのはよく聞くのはスプレーでやってる人が多いんですよね。水をプシュプシュプシュって、シュッシュッシュッって、いわゆる僕らでいう葉水しかやらない、一年中通して、そうすると多分まあそういう人たちは室内で管理してるから、常に、ね、じょうろでジャーってやるわけにいかないから、スプレーでやると思うんですけど、そうするとやっぱり乾燥はするんですよ、いくら毛糸が保水性があると言っても。なんでちゃんと水はやっていただいて、水が切れたら中にこう飾っていただく方がいいと思います。水あげすぎて枯れるってこともあるんで、どうなん苔玉、根腐れっていうのも、まあ、当然あると思うんですけど、だいたい苔玉やって飾るのは室内だと思うんで、その間水やらないって考えればある程度切れるのかなと思いますね。まあじゃあだから一緒ね、普通の盆栽の普通の盆栽と同じふうに考えていただければ、持ってみて、水が軽くなってるなと思ったら、水はたっぷりあげて、まあ普通の盆栽鉢に入ってるから土にこう直接これ火が当たるじゃないですか、鉢に入ってないから、その分乾きやすいかもしれないですけど、そこら辺をちょっと様子見ていただいて、僕もよくわかんないし、僕も苔玉管理したことないでもでっかい苔玉を管理したことあるんですからね、それはもう普通に盆栽みたいにあげてたんですか？もう盆栽みたいにあげてました、たっぷり。でも苔は悪くなってきました。そうなのね、木は元気だった。やっぱ割り切る方がいいんや。そうですね。それでどれぐらいだったかな、1ヶ月半かけ3みたいな。何かけ3って？苔を変えたってこと？いや、どういうこと？飾ってた期間が。で最終的にだからまあ4ヶ月半ぐらいで苔がほぼ色が悪くなってた。なるほど。はい。室内でずっと置いてる状態でした。はい。はい。だけど普通に水やってました。はい。そんな感じですかね。はい。ということで、僕らもこれ作業時間で言ったら15分20分ぐらいかな、準備をして、はい、だったんで本当に僕も知識だけある状態で作ったんですけど、誰でも本当作りやすい、始めやすいものだと思うんで、ぜひチャレンジしていただいて自分なりの苔玉を作っていただければなと思います。はい、はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。ありがとうございました。バイバイ。